こんにちは。これまでの物語では、アトランティスが、いかにして築かれ、どれほど高度な技術と、精神性を融合させた文明であったかを見てきました。今回は、その調和の中に、徐々に広がっていった、歪みについて、さらに詳しくお話しします。アトランティスの黄金期は、表面的には、安定と繁栄に満ちた時代でした。けれど、その裏側では、ある価値観の転換が、静かに進んでいました。それが、科学と技術の優位性を重視する思考、すなわち科学至上主義の台頭です。この流れを牽引したのは、一部の技術者階級や、波動研究者たちでした。彼らは、精神性や自然との共鳴よりも、制御や操作、拡張といった概念を重視し始めたのです。クリスタルの扱いにおいても、エネルギーを循環させるのではなく、集中させ、武器化する研究が進められていきました。こうした技術派の集団は、自らを工事研究グループと称し、神殿の管理外にある研究施設を都市の外縁部や地下に構築していきました。そこでは、遺伝子操作、意識操作、異次元通信といった多岐にわたる研究が並行して行われていました。特に問題視されたのが、異種族間の DNA を組み合わせて、新たな生命体を作り出す試みでした。彼らはそれを、多様性の進化と称し、知性や感情を、部分的に改良した存在を人工的に生み出していました。結果として、一部には、半人半獣のような存在が作られ、人道的な議論を呼ぶこととなります。また、当初は、教育支援のために開発された、記憶操作装置や、集中力を高めるための意識補助技術が、次第に、従属的な目的で使用されるようになっていきました。これらの装置は、波動レベルを一定の範囲内に抑え、特定の意識状態を維持させることで、個人の自由な思考を抑制する機能を持っていました。精神性を重んじる神殿系の人々は、これに強く反発し、数度にわたる公開評議会で、その危険性を訴えました。しかし、技術派は、科学と革新こそが、アトランティスを次の段階へ導くのだと主張し、両者の対立は深まる一方となりました。この時期、都市全体の波動は、徐々に不安定になっていきます。クリスタルタワーのエネルギー出力は、不安定化し、かつては均等に行き渡っていたエネルギーが、研究施設や特定区域へ偏るようになります。それに伴い、天候は乱れ、作物の生育にもわずかながら、異常が見られるようになりました。さらに、神殿と研究施設の間に、エネルギー干渉と呼ばれる事象が発生し、都市構造全体のリズムが崩れ始めます。本来、都市の音響構造は、すべての住民の意識を共鳴させる仕組みでしたが、研究施設が独自に発する波動が、それを乱すようになり、一部の市民の間では、不眠や感情の変調などが報告され始めました。社会内部では、かつて存在しなかった格差が次第に広がっていきます。技術を持つ者と精神性を重視する者、その間に価値観の隔たりが生まれ、言語化されない緊張感が社会の根底に流れ始めます。都市の構造にも変化が現れ始めました。本来は同心円状に広がっていた都市設計の調和が乱れ、技術派が拠点とする区域には立ち入り制限が敷かれるようになっていきます。そこでは、進化の選別という名目で、特定の血統や波動パターンを持つ者のみが参加を許される集団も出現し、優越意識が芽生え始めました。このような状況の中で、精神性を重視する人々の中には、アトランティスの終末を直感する者たちが現れ始めました。彼らは記憶の封印を解く技術、古文書の転写、そして多文明への英知の移送といった
次の時代への継承の準備を密かに進めていきます。一方で、技術派の一部では、地球そのものを超えて、多次元への進出を試みる計画が立ち上がっていました。空間を歪ませるための巨大なクリスタル装置が構築され、それが周囲の波動環境に深刻な影響を与えていきます。こうした技術の極限的利用は、結果として惑星全体のエネルギー構造を不安定にし、大地の内部振動や磁場の異常を引き起こすことになります。それにより、地殻の変動や気候の激変、海流の乱れといった物理的な現象が加速していきました。このようにして、かつて調和を体現していたアトランティスの内部には、次第に分離と優劣、支配と反発のエネルギーが浸透していきます。文明は、なおも輝いて見えましたが、その基盤には、すでに大きなひびが入り始めていたのです。次回、第4話では、アトランティス最終期に起きた出来事、そして、文明崩壊の引き金となった瞬間、魂たちが迎えた結末と、その後の拡散についてお話ししていきます。お楽しみに。